どうもこんにちは。極真空手歴20年以上の青木と言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。山崎照友、日大の花として第1回全日本大会を制し、第2回全日本大会で準優勝に輝き、そこからは現役を引退したにもかかわらず、会社勤めをしながらも歴代の全日本大会で上位に食い込み続け、勝利した対戦相手にも奇跡のような偶然で転した勝利であり、決して実力ではないと言わしめ、そして世界大会には出ることなく、その選手としての役割を終え、だがしかしその実、キックボクシングの世界では極真として、空手代表として威信をかけて空手はキックに絶対負けないということを示し続けて、現在でもなお日本を超えて外国人の遥かなる高い壁として知られる本場タイの二大スタジアムルンピにラジャタムナンのランカーたちを、あの世界に名だたる防御回避術、前の手のひらを伸ばす独特の構え、すね浮き肘受け首相撲、それらを超えて石のごとき拳、腹を貫くような前蹴り、その必殺の左上段回し蹴りで葬り、その空手の理想像を示し続けた武道館。そのあまりに多く残る逸話、偉業、伝説、エピソード、その中であくまで時系列に沿って最低限のその戦績を前回は述べさせていただきました。今回はその彼の強さの秘密、強さの軸、そこに絞ってお話しさせていただきたいと思います。前回も述べさせていただいた、その当時語られていたという彼の強さを物語る歌い文句、日大の花、山崎照友鬼より怖い、天下無敵の前羽の構え。その通り、山崎照友の強さの根本となるものはその構え、受けにあると言います。山崎照友のことを語るときによく聞かれる話があります。骨が硬い、尖っていて、叩いている方、蹴っている方がダメージを被る。空手家の強さを物語るときに生まれついての特性というものがあり、それは骨の硬さというものも大いに含まれていると考えています。実際私の通っていた道場にも骨が硬くてどうしようもない先輩がいて、欠点をまともに受け止められるとこちらの方が痛めてしまいますし、すね受けしてこちらのすねの方がダメージを被ったりしたこともあり、組み手をするときは大変だった思いがあったりします。しかし逆に山崎照友をして思い悩ませていたというものに体重があると言います。山崎照友は大山抹殺の技は力の中にありという教えに従い、バーベルによる体力づくりを行い、ベンチプレスも最高140キロまで上げられるようになったと言いますが、身長177センチにして体重は62キロ、どうにか増やしたいと思っていたようですが、それだけはいかんともしがたく、大山マスタツから君はなぜもっと太れないのかねと苦言を呈されていたと言います。山崎照友は1969年、1000人に1人と言われる黒帯を最短と言われるわずか2年半で取得しています。そしてくしくも同年に起きた事件として、身長187センチ、体重110キロを誇る元柔道家でもあるオランダのカレン・バッハが本部を訪れており、その強さは本部道場の茶帯を総崩れにさせ、黒帯たちにも衝撃を与えるほどの苦戦を強いらせ、その中には山崎照友も含まれていたと言います。その時のことを山崎照友は、カレン・バッハはどんなごまかしにもならず、冷静に自分の体力を生かした組み手をした。私にとって体力差を感じた初めての対戦相手であり、どうしたら完璧に大きいものとの組み手を受けて立つことができるか、いつも考えることになったと語っており、その組み手を築き上げる一つの転機になったことは間違いないと言えるかもしれません。しかし同時にヤン・カレンバッハも後に山崎先生との組み手では
勉強させられることが多々ありました。山崎先生は知的な戦い方をするので怖かったですね。戦って不思議なことは、相手が強ければ強いほどその内容はハイレベルであったことで、山崎先生は足技が多かったように記憶しています。上段の足蹴りはとても速かったと語っていることから、それは双方にとって大きなものをもたらした実は高次元な戦いであったのかもしれないと言えるかもしれません。その後初段取得後からわずか半年後に2段となり、ホーム道場及び米軍のキャンプ座間で指導と自らの稽古を行うことになります。キャンプ座間の道場生には身長2メートル近く、体重が90キロ以上の体が大きい者ばかりが在籍しており、その30キロ以上にも及ぶ体格差を埋めるために体力負けしない技と組み手を考え、そしてたどり着いた境地。小柄な人は自分から攻撃を仕掛けていく。攻撃権はリスクが高い。バランスを崩すと飛ばされてしまうからだと。そこで山崎輝友は待ち剣、受けの組み手を開眼することになります。山崎輝友は受けから攻撃に移る際のタイムラグを最小限にするために、無にまで極めるために、どんな体勢から蹴ってもバランスが崩れないよう、重心を常に体の中心にし、維持し、足腰を強くすることが肝要だと気づいたといいます。そのために空蹴り、サンドバッグへの蹴り込み、鉄下駄での蹴り込み、さらには両手を縛っての蹴りだけの組み手まで行い、悩み、苦しみ、怪我を繰り返し、行き詰まり、1週間ほど稽古を休み、他の組み手を見学し、これといった解決策も見つからず、稽古を再開した矢先、無心の境地での融通無下の組み手にたどり着いたといいます。極真空手の理念にして、理想を表す言葉として、点を中心として円を描き、線はそれに付随するものなりというものがあります。これについての解釈は、まさに他人と色、まさに人によって無数のものを生んでおり、大山正達もこれといって断言していないところから、未だ議論が分かれているものでもあります。山崎輝友はその解釈について、たどり着いた理論により、こう持論を展開しています。現役当時の体重は 62kg しかなかったので、私は待ち剣で相手の力を利用するようにした。しっかりと腰を落とすことが重心を落とすことになり、それだけで様々な場面での動きの質が違ってくるし、受け動作自体に体重を乗せることができる。体格負けしないために自分の限られた体重を最大限に生かすことだ。そしてさばきは相手の技をギリギリまで引きつけて体の中心線を動かさず、すべて拳一つの距離でさばく。横に動こうとする人が多いが、基本はまっすぐな動き、体の正面でさばくことである。横に動く癖をつけると、体格の大きい相手に対してさばききれなくなってしまう。当たる瞬間に相手の技を流れを変えて、できるだけ引きつけてやる。常に気持ちは前、後ろは絶壁だというつもりで行う。つまり、さばきには絶対に大きな動きはない。相手の攻撃のラインを変えてやるだけで、相手の技は効果のないものになる。そうすると一見ぐるぐる回っているように見えるが、常に相手を自分の体の正面に捉えている。自分が回るのではなく、相手が自分の前で回っている動きが円を描くということであり、自分が点になって直線で進むことによって相手を崩し、また相手の攻撃のラインを変えて相手の背後に回り込むことで、結果的に円を描かれるということで、自分の攻撃が必然的に防御になり、防御は攻撃になる、攻防一体を意味していると、そのように結んでいます。さらにはその根拠となる受けを強化するために、肘の鍛錬を中心にサンドバッグで稽古し、その後組み手の相手をしてくれる外人が素足で 2,3 発蹴ったらすねが痛くなって嫌がるため、厚皮に竹の芯を入れて作った和製のプロテクターを付けさせて肘受けを鍛えたと言います。その完璧なビジョンに裏打ちされた組み手がまさに融通無下、流水、ほんのわずかにも無駄な力が入っていない、完璧に構成されていきました。その構えは多岐にわたり、基本は脇を開け、金敵をかわした天地の構え。
これについては第5回全日本大会の準決勝で対戦した佐藤俊和が、大山正達館長もおっしゃってますけど、この人はやっぱり天才なんだなと思いました。上段回し切りなど私はバンバン攻撃していたわけです。でも先輩に肘を使ってうまくブロックされて、どんどん攻めた私がだんだんダメージを残していくんですから、話にならない。それだけ先輩の方が私なんかよりずっと上手かったということなんです。とそのように語っており、それよりダメージを与えられ、外面のようにローキックをすね受けで受け潰される形で敗退しています。さらには2回戦で対戦したムエタイのディラ・チャラカンポという本場タイでの元バンタム級チャンピオンで、国際式ボクシングでも東洋バンタム級1位までランクインされ、世界フライ級バンタム級2階級制覇をしたファイティング原田や、世界フライ級チャンピオン海老原と互角の戦いをしたという振り込みの相手に左上段回し切りを見事にぶち当てています。攻撃がそもそも当たらない上に、ハイキックでのノックアウトどころかクリーンヒットすらほとんど見られないムエタイ選手を相手にです。それもまた天地の構えから繰り出される両手両足の見事な引き絞り、そこから弓のように放たれる理にかなった動き、構えだからこそ描き出された奇跡と言えるでしょう。中心となるのが竜変、そして遠心の構え。その極真の技術書には記載がありますが、使い方もなく、実際使われた場面を見たことがなく、大山正達が時に触れて用いている側は分かりませんでしたが、それを見事に山崎輝友は使いこなしています。天地の構えからその他の構えに移行するときに、その際に瞬間的にフェイント威嚇、もしくは相手の攻撃を叩き落とす、勝ち上げる。その際に瞬間的に構えて上下を変え、ぐるぐると回し、さらに相手に次の攻撃を狙いを分からせないようにする。特にそれが炸裂したのが、同じく第5回全日本大会の準々決勝、芦原秀行門下の松友時吉選手との戦いで、天中の構え、そして遠心の構え、それで大きく圧力をかけ、相手が下がっていく中、攻撃の糸口を作ろうと、もしくは隙を見せ誘い込もうと、圧力をかけようと、そういう時に瞬間的に足を踏み出し、構えをスイッチして、同時に竜変の構えに移行して、それにより結果的に松友選手がその一挙手一投足に反応せざるを得なくなり、自らの攻撃を最後までほとんど得ることはありませんでした。そして試合戦ギリギリまで追い詰められて、そして放たれた松友選手自らの一発の蹴り、それこそ何でもないように出されたすね受けで、もしくは軽くもつれた時に、それによってかなり足を痛めてしまったようで、途中から松友選手はまともに歩くこともままならない様子でした。相手を飲むということはこういうことか、それを教えてもらったような試合でした。さらには弓張りの構え、これは現在新極真会の元世界チャンピオン塚本典親が第3回の体重別の世界大会から使い始めたことからも世間に認知されていると言えますが、瞬間的に上げていた手を下げ、逆に下げていた右手で顔面カバーをして、蹴れずと見せかけて蹴らず、相手の構えとテンポをずらして隙を作り、その後決定的な一打につなげる非常に重要な一手だと言えるでしょう。そして代名詞とも言える前バネの構え、第5回全日本大会ではそれほど多くは見られなかったようですが、キックボクシングではこの構えをメインとして立ち回っていたようで、当時の新聞で慶応拳法前バネの構えと紹介されています。体をあえて正面に近いところに向けて、両の手のひらをまっすぐに伸ばし、それにより圧倒的な圧力と制空権を確保し、そこから強烈な前切りでムエタイのランカーたちをなぎ倒していったといいます。松井明義も山崎輝友と向き合った際、その隙などない構えに意を決して飛びかかり、そこで左右の突きの連打をフェイントにした左右の中上段回し切り、飛び前切り、飛び後ろ回し切り、着地してからの飛び膝切りと連続攻撃を仕掛けたようですが、山崎輝友は松井明義の技を受けるだけでその音が会場に響き、そして同時にうっと松井明義のうめき声が重なり、攻撃しているはずの松井明義の手足の方がみるみるうちに腫れ上がっていったといいます。受けられるたびに傷つけられるという
方々一体になった山崎輝友の独特の受け技として知られているエピソードだと言います。その類いまれなセンスと空手に対する愛、その深い研究、洞察、それによってたどり着いた誰にも真似することができないその天下無敵の構え、空手家として武道家として誰もが憧れる理想像がそこにはあったと言えるでしょう。私はこれからもこの極真心三千と輝く山崎輝友、その彼が築き上げた偉業やその強さ、秘訣、それらを追って調査していき、皆様に紹介していきたいと思います。ですのでチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。